口を開く。主人公は足を骨折。最初にした約束を覚えていますか？幻冬の話は兄を探して妹を探している。しかし、実際には、ショーは常にコミットメントでした。小さな賢者との約束。ミアは4人で戻ってくると約束した。それが旅の本当の目的です。目標達成に最も近いのは4回。初めてのモービー島。シャゾーが変身したサリーを目覚めさせるのを助ける。しかし、シャゾーは賢者を信じ続けた。2回目はワラン雪原。シャゾーと一緒に昏睡状態のサリーを救出。すぐにエーダ本部を攻撃した。3回目はアッシャーの塔で。夏田兄弟と共に賢者に立ち向かう。そしてシャゾーは時空を駆け巡り。第4回は9回。記憶喪失後のシャゾー。サリーには何も起こらなかった。4つのチャンス。一度も成功しなかった。ミアが悲しいのも不思議。よし、川じゃない。今回のアップデートをご覧ください。サリーが倒れたことを知ると、すぐに時計に着きました。ラウルとビジョンはここで待っている。最初に宮殿に行くとき、中にはしばらく消えていた。今回の詳細はこちらです。アランの口から聞いた。列がしばらく止まった。機能は影響なし。9区でも大混乱はなかった。しばらくどこにいましたか？物語後半のサリーの記憶の中で。夏沙は実際に長い間、声の列を聞いた。たとえ記憶が荒廃している場合でも、あなたは修復の機会に固執しているようです。彼女の意識はサリーの中に入ったのか？これはしばらくの間の異常について話します。ネメシスの行動は長い間目の前で行われていた。心の中でもそうです。列野は演算が得意なスーパーコンピューターです。現在の状況から将来起こりうることを推測することができます。刑事は私たちに会うことを知った。ネメシスが現れた後、しばらくの間与えられた情報は曖昧です。心の中の警告。私たちは将来より大きな試練を経験するでしょう。明らかに何かを知っている。ネメシスにもあった。しかしそれは言わない。タイトルエイパズアー。劇中ではネメシスが座標を計算した時に正体を明かした。しばらく彼女の前で、それも間に合わず。ここから見るとネメシスの共犯者のように見える。忘れないで、ネメシスはハオ時計の原子炉のライセンスを取得できた。または時間をかけて。時々私はネメシスを疑う。しばらくの間と同じ存在なのでしょうか。彼女はスーパーコンピューターの意識です。しばらく彼女を助けることを選んだ。彼女はゲソトスに進行した。昏睡状態のサリー。思考者は緊張する。主人公の気持ちは他とは違う。時間を戻すと、サリーは処刑者に別れを告げた。他人のために。サリーの失踪は事故だった。サリーの旗を見ました。執行者は誰よりも不安です。ゲソトスも故障したことを続けた。これは私たちがメインラインで見たことがある。最初はゲソトスの計算能力不足のため。その後、ネメシスの進行が起こった。マジで、ネメシスは悪い。ゲソトス自身が最初に死んだ。ネメシスが座標を見つけるのを手伝った。その後、進行。ネメシスはいない。巣の座標は不明。休戦は起こり得ない。そう考えると、ネメシスが主人公です。しかし、今は全ての過ちをネメシスに帰している。立場が違うのかもしれない。9位の立場に立つなら、ナンシーの助けに感謝します。これは面白いですか？サリーが意識不明になるのを見た後、ついに私たちと話をしようと決心した。この記憶を取り戻す。劇中では語られていないが暗示している。何も思い出せなかったのに、常に印象があります。サリーの昏睡状態は彼をさらに刺激した。シャゾーはいつも良い兄だったと思います。しかし、決して良いリーダーではない。スターアイランド中黒サンクチュアリーでも幹樹でも、身元を知った後、すぐに妹共助になる。神崎を姫玉に渡して逃げた。主人公はビジョンに同意する。心の中に声が出始めます。これもこのドラマのハイライトです。ハートとは？小説を読む人は見知らぬ人ではない。人の心の動きを反映できる。本の中の人の考えを理解するのに役立つ。これにより経営者の考え方が変わります。彼はシャゾーに真実を話すかどうか悩んでいた。しかし、まだ決まっていない。主人公はサリーの考えを気にする。私は小さなミアの助けが必要です。名警と嵐が去った後、林焼き MIA。ミアがこんなに長く続いた理由がやっと分かった。ゲートがミアに影響するから。だから林野とつぼみに面倒を見てもらう。林野の到来はしぼくだけではない。バックアップの記憶も持ってきてくれました。ネメシスがゲソトスに進行した後、サリーが容疑者となった。本部がやりたいなら、この情報は主人公の弱点になります。ハイガードの技術。執行者を直接排除できるかどうかは疑問です。夜は初めて情報を提供します。彼女の立場を説明するには十分だ。夜も9つのことを心配している。また大災害を引き起こす。しかし明らかにもっと欲しい。ここからもわかる。ネメシスの目的は破壊ではない。林や量的予感。リトル中黒キュートがゲソトスと関係があると疑う人もいる。
しかしこの推測には根拠がない。少なくとも最初の設定。ミアは4代目のメイドです。特別なことがあれば。つまりミアは擬人化で人間に近いのです。直感は人間の直感に似ています。夜は本部からも連絡があった。本部にはあまり興味がなかった。皆人を食べて骨の数を吐かない老化の一群である。一方は現状維持を主張する保守派である。一方は震源島の継続供与を主張する腹の派。9域の震源相当はバランスを崩すポイント。本来これは腹の派のである。しかしデソトスに問題が生じた。保守派は失敗する。ビラは幻灯を再起動できなかった。彼らとも関係がある。ベラは幻の塔を再開する機会を待っていたようだ。ゲソトスに何も起こらなければ。現在のビラも供給を再開している。リンヤはイーオエルとタマさんに謁見しに行った。その後、ミアの小さな家。モービー島でも同様のことが起こったという。このアイデアは主人公のために作られた。ミアの記憶がない。執行役員もそうします。ミアには理由があります。執行者の選択を支援する必要がある。シャゾーに自分の身元と過去を告白するか？その前に、執行者はサリーの考えに動揺していた。ミアの励ましは執行者の心を固めた。市場に着くと、シャゾーが待っていた。どちらも墨なし。シャゾーの正体を明かす。しかし、この時点でのシャゾーは全く印象がなかった。まるで誰かの話を聞いているようでした。主人公は彼。シャゾーは記憶を取り戻さなかった。しかし、悪魔の性格は目覚めた。執行者がモービー島でサリーを起こす計画を知った後、すぐにバケツを運ぶ準備ができた。星の島に似ている。この時点で、ヤノが登場。彼女はエヴァンスにメッセージを送りに来た。エグゼクティブをハイガードに戻して尋問を受ける。ヤノアは旧王国の戦いと暗闇の侵略の時に、州外からの支援。彼女の到着は驚きではなかった。彼女は医者の話を聞いて驚いた。モービー島を救うのはミアが提案した。執行役員が決定。その後、夏子と相談。コーリーはすぐに博士に言及した。彼女の言うことに注意してください。ヤノはそれを処理する最善の方法です。これはエヴァンスの計画ではない。彼女は勝手に決めた。これはサリーとヘイガードにとって最善の方法です。でもなぜそう思ったのか。モービー島でネイビスを目覚めさせる。目撃者にはシャドウ、執行者がいる。クラリエル、フレイガ、ミア。間接的に知られているのは賢者、フランツとエヴァンス。ジャノの情報はヘガルドから来たのか、エーダの息子から来たのか。主人公はあまり考えていない。彼はエヴァンスのことだと思った。そして約束しました。しかしこれもヤノの知恵です。サリーを目覚めさせることもエーダの息子たちが望んだことです。ネメシスが暴走した後、もっと情報が必要です。彼女はエヴァンスがそうさせたと思った。エヴァンスに報告するときに別の言葉を。エヴァンスは我々が主張したと。そうすれば目的を隠すことができます。矢野との出会い。夏沢は決め玉の時間を探しに行った。ここにも小さな問題があります。サリーをモービー島に送ったのは誰？サリーとレツはゲソトスのダウンに関連している。彼女は勝手に動けないんだ。サリーは本当に負けた。ハイガード本部は Q に圧力をかける。サリーはすでに有罪です。だからサリーを動かすことができるのはハイガードだけだ。それは矢野。彼女だからこそ。エーダの息子はサリーを最初に見ることができた。誰が監視しているかわかりますよね？すぐに宮殿に到着しました。魂のご褒美の後、シャゾーは辞任。これも双方の取引です。過去の手がかりを探している。彼はカントンを助けた。この取引は見覚えがある。エグゼクティブとハイガードの第9地区もそうでした。ハイガードがシャゾーの手がかりを提供。エグゼクティブはヘイデンを助ける。シャゾーが見つけた。取引は終了することができますか？宮殿を出た後、すぐにモービー島に到着。相性はフランツ。サリーは準備ができている。サリーを連れてきたのは主人公ではないという証拠です。フランツとシャゾーは旧知である。彼はシャゾーの両親の個人である。彼が島にいるのも不思議ではない。シャゾーの両親はヘイガードに間接的に殺された。フランツはサイナ担当者だ。しかし、このスレッドは十分に長く埋もれた。主人公の考え方が違う。最初はまた仕事だと思った。この番組にはそのような任務はなかった。しかし、多くの人は適応しない。このシーンは短いと思います。伝統的なデザインに従って、実験をする前に材料を用意しなければならない。記憶を回復するのも幻を見ながら回復しなければならない。芝居は長く見えます。しかし、それはプレイヤーが望むものですか？伝統的なショーは常にこのルートです。鍵を探す。料理には材料が必要。それが労働者を非難する理由でもあります。実際、タスクの配置は決して問題ではなかった。問題は手配することが面白いことです。勇者が魔王を倒すのは永遠の道。しかし、物語の質が作品の質を左右する。本作はこれらのリンクをカットする。減少したようだ。しかし、ショーも退屈になります。ゲームは連続爆撃ではない。無意味なキャリアではない。プレイヤーの相互作用とテキストの相互作用。この点では、ファンタジーは続けなければならない。実際、劇中にも仕事があります。矢野が手伝ってくれました。シャゾーが目覚めるのを待つ。なぜシャゾーは夢の中でアレイに会ったのか？なぜサリーは目覚めないのか？エーダの息子は何を企てる？ハイガード本部はどうなるのか？
次回もお話しします。今期はこちらへ。風に注目して違う幻の塔を体験します。